こんにちは、りょうりギターです。皆さん、ギターを始めたきっかけって何ですか？憧れのアーティストがいるとか、単純にモテたいとか、いろいろあると思うんですけれども、私の場合はビーズでした。そう、ビーズです。今や私自身パンク、オルタナ、グランジ、ハードコアなどなどを、メインで聴いていますし、バンド自体もそういう雰囲気のバンドやってますけれども、ギターを始めたきっかけはビーズです。の、ギタリストをご存知、タック松本の一番最初のシグネチャーモデルがこの黄色いやつね。ギブソンレスポールタック松本キャナリーイエローです。まあね、話題になりましたね。かなり。うわぁ、ギブソンから松本モデルが出るぞと。今やね、いっぱいモデルが出てるんで、ね、発売するためにファンの方が、うおーって盛り上がってるのを見てるんですけれども、当時はね、私もビーズ聞いてたもんですから、うわ、すっげえ黄色い欲しいと思ってたんですが、当然、学生だったので買えることもなく、月日は流れたわけなんですけれども、いろいろ縁があって、手にすることになってもう何年も経ってますが、このギター、なかなかね、突っ込みどころ満載、本当に。まず、有名なところで言うと、塗装。ね、この塗装、黄色のね、フェラーリに頼んだとかいうこの黄色い塗装。割れがひどい。本当にどの個体見てももうまんべんなく割れてますね。これギブソンとしてどうなん品質ね。これ大失敗だったんじゃねえのって思うんですっていうぐらい割れに割れております。写真何枚か載せてるんで見てもらいたいんですけれども、ね、ゴールドトップとかね、そういう類のギターだったらこのクラック、塗装割れっていうのはすげえ嬉しいな、かっけーって思うんですけど、このキャナリーイエローに関しては、ちょっとやだね。せっかくこんな綺麗な黄色なのに、ね、塗装がこんなに割れちゃって、ちょっと見るも無残な感じになってるんですけれども、これは本当に、どの、キャナリーイエローでも問題になってる点ですね。これちょっと嫌だ。で、ね、それを改善したのが、2010何年とかにもう一回出たんですよね。確か、キャナリーイエロー新しいの。なので、そっちで多分改善されてるんでしょうね。99年当時のこのレギュラーラインなんかは特に、塗装割れがひどくて、ね、中古とかで見かけてもなかなか備品っていうのは、ね、美しい品と書いて備品というのは、なかなかね、お見かけしないというのが、この、ギターの一つの特徴というか、小話ですね。で、あとはやっぱりヘッドの方もね、当時のギブソン塗装ダメなんかな。こんなヘッドが我々な、こうね、カラーになってるのも珍しいなと思うんです。ねえ。やだな、これもね、本当にギター次第では、いやー、この、ね、塗装の朽ちてる感じがいいんだよって思うんですけれども、それが多分最も似合わないギターですね。その、塗装割れとか、こう、傷とか、なんやかんやが。なので、ちょっと残念な部分が結構ある、ギターです。しかし改めてこうやって見ると思い出が詰まってますね。私自身確かあれ、ファイヤーボールかな？ 96 年 ?7 年ぐらいに発売されましたよね、あの曲。あれ見てほんとチンピラみたいな人が歌ってんなぁと思って衝撃を受けた記憶があります。そこから、ファイアボールとかコーリングとかプレジャー、トレジャーとか聞いて、マジすげえと思って、始めたんですね、ギターを。なので憧れが詰まったこのキャナリーイエローです。で、サウンド的にもやっぱり当時の、タック松本の思考がドーンと詰め込まれてる気がします。とにかく太い。太いんです、この音。当時あれですよね、ギリギリチョップとか、ジュースとか、あの辺のゴリゴリのハードロックやってる時期だったと思うんで、それはやっぱり音も太いし、あと、弾きやすさはそんなにあれかな、ネック結構太いんで、なんとも言い難いんですけれども、ね、バリバリ弾きたいんだろうなーっていう感じの仕上がりですよね。バーストバッカーっていうちょっと出力高いピックアップも載ってますし。そりゃさ、ギブソンからさ、自分のギター作りませんかって言われたら、ね、テンション上がってめっちゃ難しい曲作りまくるわな、そりゃ。
もうなんか腕の見せ所だーっつって、弾きまくって、曲として出しちゃうっていう気持ちもなんかわからんでもないな、という気がしますね。ブラザーフットとか、11か、アルバムで言うと。めっちゃむずいですもんね、ギター。当時買いましたよ、バンドスコア。全然弾けなかったな。このギター、ちょっとサウンドいろいろ弾いていこうと思いますんで、ぜひ最後までご視聴ください。では行ってみましょう。さあ、では弾いていこうと思いますが、もう早速歪ませちゃいます。やっぱりキャナリーイエローはもう歪ませてなんぼじゃいっていう、気がします。で、今回使用アンプはマーシャルのバルブステイト8080モデルです。で、ゲインチャンネルはもうより歪みの深い OD2 チャンネルです。では行きましょう。なんかね、セッティング全然本人に忠実なわけでもないのに、なんかそれっぽい雰囲気出ません？気のせいか。やっぱりちょっと中音域がね、ぐっと出てて締まりのあるサウンドがしますね。ギター本体だけで、やっぱりこれ、すごくハードロック向けなギターだなっていう気がするんですよね。すごくこうパワーコード弾いてて気持ちいい。すごくこう前面に来る音、たまんないですね。やっぱ音いいんだな。改めて弾いてみたけど、やっぱパワーあるわ。すげえいい音がする。それはやっぱりビーズファンは欲しくなりますわな、ビーズファンのギタリストは。ね、今、いろんなタイプありますもんね。ダブルカッタウェイのものとか、ファイヤーバードとか、いろいろモデルが出てると思うんですけど、やっぱり、これだよな。これなんだよ。もうちょっと弾いてみましょう。今回はね、弾いていくということよりも、どっちかというと喋りたいという内容が主だったので、いいんじゃないでしょうか。さあ、そんなわけで、今回、ギブソン、レスポール、タック、松本、キャナリーイエロー、弾いてみました。思い出に浸るという部分が非常に私にとっては大きいギターなんですけれども、やっぱりかっこいいっすね。こうやって改めて見るとね、この黄色い、色。フェラーリに頼んだ黄色。ねえ、すごく象徴的なギターで、僕はすごい好きですね。弾いてみるとやっぱりパワフルだし、歪ませて使いたいなーっていう感じがします。あれだよ、あれ。確かさ、アンドリュー WK がね、確かレコーディング使ってた、これ。知ってか知らずかわかんないけど。確かね、雑誌で見たんですよ。アンドリュー WK が、ギブソンタック、松本レスポール、キャナリーイエローを弾いている写真動画かなネットかなでもね、弾いてた。それぐらいやっぱパワーがあるってことですね。アンドリュー WK が弾いてたってことは。なので、もし、ビーズの、ファンの方々、中でもギタリストの方々、もし機会があればやっぱり、タック、松本レスポール、キャナリーイエロー、99年のレギュラーラインです。一番ね、手に取りやすい価格帯だったモデルです。今だとまあまあ値段しますけどね。だけどやっぱりそのギターとしての質もすごくいいですし、単なるファングッズの域は当然超えてます。すげえいいギター。なので機会があればぜひ弾いてほしいですし、松本モデルかよみたいな感じでこう、車に構えて見てる方、
侮るなかれ、いいギター、これ、マジで。そういう偏見はね、良くない。なので、このギターはね、本当に、いいギターですよ、と、心の底から思えるので、機会があれば弾いてみるのもいいと思います。それぐらい出来のいいギターです。ただ、塗装面はあかん。マジで。なんかね、リペアしてくれるとこないんかな、この色。特注の色だからやっぱないんだろうな。ねえ、悲しい。はい。というわけで、今回、タック松本モデル、キャナリーイエローについていろいろおしゃべりしましたが、いかがだったでしょうか。もしよかったらですね、チャンネル登録、そしてコメント、いいね。コメント一番嬉しいです。いろいろね、やっぱ動画だと一方通行なんで、コメントとかもらえると、ああ、そうなんだ、なるほどなーって思うことも今までいっぱいあったんで、遠慮なくコメントしてください。そして、料理ギターチャンネルは週1ないし2で更新してますので、チャンネル登録しとくといいんじゃないかと思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。